55年の歴史を誇る手地カルビ。韓国、釜山。今日は半世紀の歴史を誇る美味しいお店をご紹介します。ここは釜山の南浦洞なんですが、国際市場の入り口の方が近いので、そちらから入りますね。ゆっくり歩きながら行きますね。カルビ屋さんによって、いろいろな美味しいお店を紹介しますので、動画の最後までぜひご覧ください。立派な食事用の座卓が見えますね。布団と枕もありますよ。かわいいバッグやかわいらしい雑貨も見えますね。やっぱり見どころがたくさんあります。今、カルビ屋さんを探しているところです。道を歩いているので、周りの景色をよく見ておいてくださいね。もし行くことがあれば、きっと役に立つと思います。道中に有名なお店が見えますね。ここも30年続くカルグクスのお店です。ついにカルビ屋の看板が見えます。路地に入ってください。豚カルビのメーカー、元祖サウスガプさんと書いてありますね。同じ名前を真似するお店もあるようです。ここに来るのは6年ぶりです。お肉を注文すると炭火が見えますね。でもここは自分で焼くスタイルではなく、すべて焼いた状態で出てきます。有名なお店だけあって、たくさんの芸能人のサインが飾られています。でも路地裏にあるので知らない人も多いんです。基本のおかずが運ばれてきました。ネギの和え物、白キムチ、きゅうり、玉ねぎ、そしてもやしです。今お肉を焼いてくれています。お見せしますね。これは伝統的なやり方です。最近はあまり見かけない方法ですね。炭火で焼くお店は多いですが、一つ一つ網で直接焼いてくれるところはあまりありません。美味しいカルビの香りが店内に広がっています。炭の香りが肉に染み込み、後でトーチでさらに香ばしさを加えてくれます。焼ける間、ぜひ美味しそうなカルビの姿をじっくりご覧ください。本当に昔ながらのやり方です。子供の頃はこういうお店がたくさんありましたが、最近はどんなに有名な店に行っても、こんな素朴な昔ながらのカルビを食べるのは難しいようです。こんなやり方こそ本当に美味しい方法なんですけどね。やっぱり手間がかかって仕事も多くなるので、こういうお店はだんだん少なくなっているようです。カルビが出てきました。わあ、まるで宝石みたいに美しいです。このツヤ見えますか？見ているだけで香ばしくて旨味たっぷりの味が伝わってきますね。お肉は結構厚めです。私たちは 450g のメニューを2つ注文しました。映像だとあまり多く見えないかもしれませんが、決して少ない量ではありません。他のお店ではカルビの特性上、骨の重さで量をごまかすことが多いんですが、もちろんそういったお店はごく一部で、正直に提供しているお店の方が多いんですけどね。でもここは正直どころか、むしろ量が多い方だと思います。もちろん量の満足度は主観的なので人それぞれですが、全国の多くのカルビ店を回ってきた私の基準では満足できる量です。味噌チゲとご飯を注文したんですが、味噌チゲが期待以上でした。手作りの味噌の味がしますね。焼肉店の多くは市販の味噌を使っていることが多いです。味噌チゲはほとんどがサイドメニューの感覚だからですね。手作りの味噌はほとんど味噌チゲがメインの味噌チゲ専門店で味わえます。地方や田舎にある豚カルビの名店に行くと、たまにこうした手作り味噌の味噌チゲがあるお店がありますよ。もちろんそういうお店はほとんどがカルビもとても美味しいです。歴史があって美味しいお店を見ると、こうした小さな心遣いにもいつも気を配っているのを感じます。
お肉はご飯と一緒に食べても美味しいし、白キムチや豆もやし、葉野菜で包んでも最高です。美味しくいただきました。ランチメニューもありますし、プルコギもありますよ。私たちが食べたのは、一番上に赤い文字で書かれているメニューです。寸白のとんかつが見えますね。このお店もとんかつの名店ですよ。お腹がいっぱいなので、少し歩きますね。歩きながら、知っている美味しいお店があったら教えます。私はプサンで生まれ育ちましたよ。春目の家ですね。ここも70年以上続いているお店です。ウェグクス刺身入り冷麺が有名ですよ。他にも色々な麺類があって、ヘビビンバやキノパプもありますよ。テレビやメディアにもたくさん紹介されているお店で、私は約25年前に母と一緒に始めてきました。幼稚園の頃に初めて来て、南浦ホラで初めて食べたお店です。父と一緒にも何回か来ましたが、今は両親とも亡くなってしまい、このお店の前を通ると、ふと幸せな気持ちになったり、目が潤んだりします。すぐ隣にフレッシュフルーツジュースのお店がありますね。大阪のテレビにも紹介されたそうです。安くて美味しい、良心的なお店として紹介されたみたいです。トーストも売ってますね。私は喉がすごく渇いていたので、ピーチのフレッシュジュースを飲みました。美味しかったです。すぐ隣にソウルサムゲタンがありますね。ここも有名なお店です。66年の伝統を持つお店です。この辺りでは、有名なお店は基本的に30年以上続いているんですよ。その隣にあるソイルカットウギやナンポサムゲタンも代表的で美味しい有名店なんですよ。屋台のトッポッキやミニチヂミ。ここも有名なチュンムキンパのお店で、地元の人にも人気なんですよ。チュンムキンパは、韓国風の海苔巻きキンパにイカの和え物とムキムチを一緒に食べる、プサンの伝統料理です。ホットドッグや焼き鳥、タンフールなど、何でも揃っていますよ。とっても可愛いぬいぐるみを見かけました。ビールが進むおつまみですね。ここは有名な豚足チョッパル通りですよ。この通りにある豚足のお店は全部美味しいですよ。今日は美味しいカルビも食べて、いろいろ見て回りました。見える範囲の有名で美味しいお店も教えましたよ。美味しいお店が本当にたくさんあるんですが、多すぎて、今回は特に有名なところだけをご紹介しました。隠れた美味しいお店も本当にたくさんあるので、また次回ご紹介しますね。